にちは、達夫です。今度はご視聴いただきましてありがとうございます。以前ご紹介した書斎について引っ越ししてから約半年経ち、ようやくまとまってきました。先日小学館の雑誌ダイムでも記事にしていただいたんですけども、そこでも紹介しきれなかった部分があるのと、そこからもアップデートをした部分があるので、今回改めて紹介したいと思います。最後までご視聴いただけますと幸いです。それではどうぞ。まずはデスク周りの全体像から。私の書斎は約6畳になります。入り口から左側に見えるのが造作のデスクになっていて、正面から見えるのは140センチ幅のデスクになります。以前は造作デスク部分にキーボードなんかのガジェット類を置いていましたが、最近では頭を整理するためのデスクとして活用しています。パソコンの画面ばかり見ていてもなかなかいいアイデアが思いつかないので、そういった時はとにかく書いて頭を整理をするようにしています。目の前にモニターがないだけでかなり集中することができるので、L 字型のデスクをお持ちの方やこれから購入される方にはとてもおすすめの方法になります。メインのデスクは以前にもご紹介したワークスタンディングプロ電動式の昇降デスクになります。見た目よし使い勝手よし質感最高の私にとってほぼ理想系のデスクになっています。天板の素材はウォールナット。木材の天板を見ているだけで酒の魚になるレベルです。家具の名産地である福岡県大川で職人の手によって一つ一つ丁寧に作られるデスクはまさにメイドインジャパン品質。価格は20万円以上とかなり高価なんですけれども、デスク環境に並々ならぬ思いをお持ちの方には選択肢の一つとしてぜひ入れていただきたいです。ちなみにこのデスクの特徴としては純正オプションのクオリティがかなり高いです。デスク周りの配線整理に必要な配線トレイはスチール製で高級感がありつつもメンテナンス性にとても優れています。デスクシェルフも純正オプションとして用意されていて、ガジェットが多くなったとしてもデスクの上をごちゃつかせずに全体像をすっきりさせることができます。またこのシェルフの背面には溝が設けられているので、シェルフ上に置いたガジェット類の配線が正面からは全く見えないような細かい工夫が施されています。ワークのデスクのポテンシャルを最大限引き出すオプションとして非常におすすめのアイテムになっています。オプションとして引き出しがなかったので後付けで取り付けました。プレダクツのドロワーミニというアイテムになります。特徴はこのミニマルなデザイン。厚さがたった5センチしかないので引き出しにありがちな圧迫感が全くありません。作り自体もしっかりしていますし、このブラックスチールとワークの天板のウォールナットとの質感の組み合わせが非常にマッチしています。それほど多くのものを収納することはできませんが、ハサミやペンなどデスクに置いておくと散らかりがちなアイテムを収納しておくには十分なスペースがあります。お次はデスク上のアイテムのアップデートについてです。メイン PC を M1 チップ搭載の MacBook Air から M1 Pro チップ搭載の MacBook Pro 14インチモデルに買い替えました。M1 MacBook Air と比較して画面サイズは大きくなりましたが、ベゼル部分が狭くなったので全体のサイズ的にはそれほど変わりありません。重量も 1.29kg から 1.6kg と重くはなったんですけども、持った時の筐体がフラットなデザインになって持ちやすくなりましたので、体感的には数字ほど重くなったとも感じませんでした。ただ価格が30万円超えというふうになりますので、ここまでのスペックが必要な人は、写真や動画で重たいデータを扱う人など一部の人に限られるので、ほとんどの人は M1MacBook Air で十分なスペックだというふうに思います。それほど M1MacBook Air の完成度は未だに素晴らしいというふうに思います。そして MacBook を置いているのがこちらのモニターアームと PC トレイの組み合わせになります。モニターアームはエルゴトロンの MXV というエルゴトロンの販売するモニターアームの中でもスリムなモデルになっています。最近の物価高騰によってエルゴトロン LX との価格差があまりなくなってきたということもあり、試しに購入してみました。かなりスリムでいい感じですね。耐荷重は 9.1kg までと LX の 11.3kg と比較して劣りますが、 PC を支えるだけなので十分です。そして PC にはケーブル1本で周辺機器と接続できるようにドッキングステーションを設置しています。使っているのはベルキンのコネクトプロサンダーボルト4ドックになります。合計12ポートという豊富なインターフェースを備えていて、またデザイン性に優れるのが特徴です。さすがベルキンといったところですね。ホスト PC との接続のためのケーブルが前から出てしまっているというのが残念ポイントではありますが、ドッキングステーションの中では4万円台と比較的リーズナブルです。ノート PC を頻繁に持ち出したり、ケーブル1本でデスクトップのような使い方をしたいという方にはおすすめの商品になっています。キーボードについても最近買いました。HHKB のプロフェッショナルハイブリッドタイプ S シングルトラマンコラボモデルになります。打鍵感うんぬんかんぬんはもはや言うつもりはないんですが、持ち運べるのは非常にいいなというふうに思います。
タイプミスを減らす観点からもキーボードはどこでも同じものを使い続けたいと考えていまして、外で使う場合 HHKB は 540g と一般的なキーボードと比較して軽量な部類に入ります。出張の時に持ち出す時なんかはこのモフトの PC スタンドと組み合わせて使っています。 PC の背面に貼り付けるタイプもありますが、それほど頻繁に持ち出すこともありませんので、この置くだけのタイプを購入しました。 PC の画面位置が高くなるだけで肩や腕がかなり疲れにくくなりますので、とてもおすすめです。ちなみに HHKB を自宅で使う際はこういったケーブルコイルを使っています。無線でも使えるんですけれども、電池の持ちを気にしなくて済みますし、めんどくさいスリープモードからの復旧もしなくてよくなります。またケーブルコイルのこの見た目が非常に気に入ってますね。ビヨーンという感じで、最初は見た目重視で買ったんですけども、意外と実用的でかなり気に入って使っています。モニターライトについてはベンキューのスクリーンバーを新たに購入しました。ベンキューのスクリーンバーには何種類かあるんですけれども、こちらは最も安価なタイプですね。無線でコントロールするタイプもあるんですけれども、一度点灯させるとそれほど操作する機会もないので、一番安いやつにしました。ちなみに一番安いモデルであっても周囲の明るさから自動で明るさを調整してくれる自動調光機能がついているので、これをもっぱら使って作業していますね。今のところ全く不満はないです。お次は壁面の収納についてです。もともとメインデスク横の造作デスクにいろんなガジェットを置いていたんですけども、かなり手狭になってきたので壁面収納を作ることにしました。使っているのは IKEA のペグボードのスコーディスになります。横幅76センチと縦幅56センチのものを2枚配置しています。スコーディスの良い点は一般的なペグボードに貼りがちな威圧感がなく柔らかい雰囲気になっていることと、収納アイテムがとにかく豊富であるということですね。アイデア次第でいろんなものを収納することができます。ただしキーボードを置くためのフックは純正品にはなかったので、今回 3D プリンターで自作しました。結構いい感じにできてますね。耐久性についても十分です。最後にデスク周りの小物について数点紹介していきたいというふうに思います。まず1点目は畳める本棚のカール事務機ブックエンドになります。気づいたらデスクの上に本って積んどく状態になりがちなので、今回ブックエンドを購入してみました。特徴はこの蛇腹状に変化する構造で、本棚としてのサイズを簡単に変えることができます。デスク横に参照したい本が多い時は広げて使っていって、少ない時は縮めてスッキリさせることができます。価格も1000円台なので非常におすすめのアイテムになります。お次はデスクでの作業に欠かせない飲み物を入れるアイテム、タンブラーになります。サーモスの真空断熱タンブラーですね。以前使っていたコップのタイプだと蓋がついているんですけども、温かい飲み物なんかを入れていると水滴が結構垂れちゃうことがあるんですね。でこちらのタンブラーは飲み口がスライダーになっているので、水滴をまず気にすることがありません。でこのスライダーがかなり優秀で動きが非常に滑らかです。スライダー部分は簡単に取り外せて洗うことができるので、衛生面でも安心ですね。もちろん保温効果も抜群になっています。はい、2023年の1本目ということで、最近のデスク周りのアップデートについてご紹介させていただきました。今現在ナチュラル雰囲気なデスク環境もちょっと別途作っているところになりますので、近日公開予定になりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。